まずね、この業の山の業、これは想図なんだよね。ページの想図なんだけど、なんか、なんか素敵だね。風船のようななんか電球にね、ぶら下がって、まあ綱渡りみたいな感じになってるね。まあ情報不足なんだけど、ね、経験不足。まだ、社会で右も左も分からないけど、だけど自分で決断して決めたことだよっていうメッセージが来る。で、それがやがて、でーんと天の創図まで、行っちゃうわけだよね。だから、なんだろうね、そのなんか自分で決めたことだし、周りに止められたんじゃないかな。まだ無理だよ、みたいな感じで。だけど自分で分かってたこと、自分で自分の気持ちをね、一番自分がよく分かってて、それで決めたことだから、途方に暮れてるんだけど、同時に達成感もあるんじゃないかな。うん。通常天の創図っていうとね、もう討ち死にの悲惨な、おそらく多分天の中ではね一番最悪の状態なんだけど、ただこのデッキに関しては、なんか一つの清々しさを感じるかな。でこの体の位置にはトゥーオブペンタクルスが来てて、やっぱりちょっと意地張っちゃうよっていうのが出てる。囚われるよって、引くに引けないみたいな感じかもしれないね。でタイのね山もね非常に似てるんだよね、流れが。テン・オブ・ペンタクルス、とてもあなたは満たされていたと。だけどエイト・オブ・カップね、別の場所を目指した。何か今あるもの、手にしてるもの、本当にこれだけでいいのかなって、自らの足で歩み始めたよって。で最後このタイがこのトゥーオブペンタクルスよりちょっときつめに出てるけど、エイトのソーズで、あなたが後々すっごく囚われる、あなたの決断、これは天のソーズにこうしてくるんじゃないかな、リンクしてくる。だから大きなトライアングルの流れでいうと、トップが戦車が来ててがむしゃらに進んでいく。であなたはやっぱり自分が決めたこと、自分の選んだ道、その呪縛の中にとらわれて生きていくよっていう大きなこの力が働いてるっていうのが見える。でおおよそあなたもその流れでいくんじゃないかなって思ってるんだと思うんだよね。だけれども真ん中にあるのがエイスのワンズ、突然起こる予想外の出来事だけど、天から降って湧いたか、もしくはあなたのねへそしたサンズの丹田から嘘じゃない情熱として燃え盛ってるのかね。深淵なる深みから来てるんだけど、工事の世界と連なってる情熱がバーって燃えてくるよって。果たしてこれが原動力になって、このちょっと意固地なね、全ては否定しないけどあなたの意地っていうのもあるだろうから、それは悪いことではないと思うんだけど、ただ果たしてこれを回すための原動力かなっていうのは感じる。だからひょっとすれば今あなたが想像しているこれからの流れ、あなたが歩むだろう
歩んでいきたいと感じている道とは全く違う展開が待ってるかもしれないよ。しかも全方位から、今のあなたにとっては突飛な展開、そのサインが舞い降りてくるよっていうメッセージが来ます。あなたの顕在意識ではそのように捉えてないかもしれないけど、内在してる力っていうのはね、もうその新しい流れ、機運っていうのをぐーっとね、もう引き寄せるだけの準備ができてるんだよね。力に満ちてる。恋も仕事も、そしてもうちょっとフットワークの軽い趣味や遊びも、今までとはね、多分違う毛色のものが集まってくる。あなたに新たなカラーを与えようとしてる。そんなメッセージが来ます。まずこっちのね、睡蓮の王座だけれども、ちょっと周りの人たちの姿、あり方っていうものが少し気になり始めてるのかもしれないね。あなたが今まで座ってた、王座なんだけれど、あなたが信じていた生き方みたいなもの、それにちょっと疑問符が立ち始めてる。だからその揺らぎを与えてるのがあなたの周りの人たちで、隣の芝はね、青く見える、よく見える。だから比べる必要はないんだけれど、なんかそれがなんか少し気になるようになってきてる。この睡蓮の王座のカードから来るメッセージは、あなたの在り方っていうのは間違ってないよっていうメッセージが来ます。でもっと言えば、内なる力を信じなさいと。あなたはあなたの王座に座ればいい。あなたがつくべき座にね、そこにつけばいいんだよ。そのための嘘じゃない力っていうものがあなたの内にみなぎってるんだよっていうメッセージが来る。ただ時期的にはね、ずっと自分で信じてきた道っていうの、周りに咎められたかもしれない、否定されたかもしれないけど、だけど闇雲に進んできた道っていうもの、この天の創図で、一旦終焉を迎えて、だけどその受け入れ方なんじゃないかな。なんか終焉のね、間違ってたんだじゃなくてさ、私はよくやったんだって、なんかこのカードからそれがすごく伝わってくるんだけどね。でまさに今新たな展開っていうもの、今までのあなた、ひょっとすればこれからのあなたも想像ができないあり方っていうのが展開できる状況になってる。だけどそれがこの8のソーズで、ただ古の呪縛にね縛られるのは、縛られるとなると、やっぱりなんか周りのことが気になり始めるのかもしれないよね。私本当にこれでいいのかなって。
この睡蓮の王座のカードからは、あなたはあなたの、ね、座るべき椅子にね、座ればいいよっていうメッセージが来る。このエースのワンズのさ、内から湧き上がる力っていうもの、なんかすごく感じなさいっていうねメッセージが来るね。でこちらは空の踊り子の開花と、ちょっと陰性のパワーが強い、観音様。空だからいわば空虚、ちょっとあなたの中に生まれた、虚無感みたいなものかな。だけれどもそういう陰性のパワーの世界に、だけども花を咲かせることはできるよと。開花、どうだろうね、陰性のパワーがとても強いからさ、なんとなくじゃあこれからも今までこだわってきたやり方、あなたの生きる方針にガチガチに縛られてね、花を咲かせなさいって、なんかそう言ってんのかなっても思うけど、その咲かせる花に関してはもっとなんかピュアな力を感じる。こっちはカラスがね周りに集まってるけれども、もっとなんかね、陰を原動力に陽の力っていうもの、本当に純粋な花を咲かせることができるよって。そうね、最初に敷いたさスプレッドの流れで言うと、あなたは今までのやり方にとらわれて、自分が敷いてきたレール、その延長線上に敷かれるだろうレールの上を流れてっちゃうってあるけど、そのレールの上を走っていくスピード、その原動力をブースターとして、もっとね舞い上がりなさい。今虚無感を感じてるとしても、その虚無の中に、美しい花々、肉付きのいい肉厚なね陽の力を、秘めた花を咲かせなさいっていうメッセージが来る。セブンブレッシングスオブイブと、7つの祝福があなたに迫っているよって。白蛇、まさにそうだよね。このエースのワンズに、このあなたの中にね湧き上がった情熱、これは卵になってるけど、そこに向かってやっぱり善方位から方位からね、やっぱり寄せてくるよと。アダムのイブとイブのさ、イブって考えるとね、これがまた蛇をかたどってるだけに、少しねこのいわゆる呪縛的な力っていうのも感じる、陰性のパワーっていうのも感じるけど、恐れなくていいんじゃないかな。これからね、あなたが引き寄せる展開っていうのは、今までのあなたがひょっとすればあまり好まないものかもしれない。その異性もで、その異性がまとうその服装とか喋り方とか、もしくはその職業とかね、地位とか、今まであなたが目を向けなかったこと、それは違うでしょって思ってたようなこと、
なんかガラッと変わるよって。でそれを引き寄せてるのは他ならぬあなたですよっていうメッセージが来ます。ここで多分危ぶめば、あなたは今まであなたが敷いてきたレール、その延長線上にあるレールを走っていくっていう暗示が出てるから、まあ新たな展開に、オープンマインドすることで予想外の展開っていうのをね、大いに楽しんでほしい。なんかそんなワクワクするスプレッドだね。もう一回このね初心に帰ってみるといいかもしれないね。周りの人たちにねいろいろ言われたかもしれないけど、右も左もわからない状態、竹馬で歩くような状態で、歩み出した、なんかその頃の気持ちっていうのをね思い返してみるといいと思う。そうするとね、次のフィールドに入っていけるんじゃないかな。ちょっとね幸せ離れが長く続いてたかもしれないね。でこの郷の山の郷にタワーが来てるんだけど、とってもね大きな出来事、負の大イベントがあった。もう落雷に打たれるようなね。でその次なんだけど2の想像で、おそらく素直にその痛手をね、受け入れてると思うんだよ。受け入れてるんだけど、やっぱ表向き、隠さなきゃいけなかった。そんなに辛い姿を見せられなかった。もしくは自分自身がね盲信的にそうあらなくちゃいけないんだって、なんかそう振る舞わされてるような、振る舞わなきゃいけないんだって思わされてるような、とっても辛かったんだけど、カラスたちにせつかれてさ、なんかそれでなんか、ちょっとなんか幸せから離れてたよっていうねメッセージが来る。でこの体の位置にはエースのカップスが来てて、大きな愛、これは本当天から降り注ぐようなね、人類愛レベルの大きな愛。もちろん小さいところで言えば、素敵な人、あなたの人生を変える素敵な人が現れるっていうのが出てる。だから今のあなたからすると信じられないし、ひょっとすれば、でこういうなんか機運が来てるけど、じゃあ私どうやって振る舞えばいいのってちょっと分かんない状況かもしれないね。中心、このど真ん中にはジャッジメント、ダールカナね。で一番トップにはこれもダールカナなんだけど、ジャスティス、が来てる。だからとっても大きな転機、
もう予想外の大きな転機が来てるんだけど、今のあなただとそれをちょっと逃しちゃうよっていう、そういうメッセージが来てる。あなたの中のジャスティス、正義の基準っていうものがちょっと盲目的になってるから、周りにあなたをコントロールしてるような人がいるかもしれないよね。あなたを自分の手元に置いておきたい。あなたをね、自分の配下に置いてあなたから搾取したいと。だからあなたにマインドコントロールかけて、あなたの正義の基準というもの、判断基準というものを狂わせてる人がいるよって。降りてくるね。一方ね、対のトライアングルは5の位置に9のペンタクル。これあなたの楽園だね。ちょっととっても幸せだと思うよ。とっても幸せだと思うけど、やっぱりそう完成形ではない。一つちょっと自分の手前味噌な、楽園みたいなもので、その次にこのエンペラーが来てる。まあ対の位置だから新しく現れる男性と見るのが筋だとは思う。で最後の対の位置がちょっとね、これもね、この9のペンタクルとね、こうするんだけれどもね、共振するんだけど、4のねペンタクルでちょっとね、もう私のものよっていうね、私の取り分は私のものよって結構ね抱え込んじゃうてるっていうのが出てる。対の位置だから、あなたのちょっと未来の流れとして出てるのかもしれない。あるいは変わろうとしてるあなたをね、コントロールしようとしてる、皇帝、揺るがない存在があなたをとても小さい世界、箱入り娘のような飼い殺しにするようなね、小さい世界に収めてしまう。そうすることでさらに小さく、9からもう釣った魚には餌をやらないじゃないけど、ここに収めてしまうよって、そのような絵にも見えるかな。このセブンのカップス、妄想、あるいはいまだに手つかずの計画、あなたの中のこのしがらみから逃れれば、あなたの人生にね派生してくる可能性が7つあるよって。手つかずのまま、そんなメッセージに感じるかな。ともかくね、ちょっとその幸せから遠ざかりすぎて、この大きなね愛のパワー、そして人生の大転機を逃すか逃さないかっていうね、瀬戸際かもしれない。このカラスたちを追っ払えばね、あなたの中の計画が解放される。そうだね。神なる母の王朝、悟りだね。悟りを開けっていうメッセージが来ますね。まさに開眼しろってことだよね。で、あなたは開眼できる力があるよっていうメッセージも来るよ。そもそも悟りの種、悟りへ向かう原動力を持ってる人だよって。一
人とはちょっと違うエネジー、その源泉を持ってる人だよっていうメッセージが来る。それをひょっとしたらこのお相手さんに見透かされたかもしれないよね。この皇帝エンペラーが良い人であってもね、悪い人ではあったとしても、目隠しのあなたに内在しているね、力みたいなものを感じている。だからあなたのことを欲している。独立しろっていうね、メッセージが来てるよ。囲われてちゃダメだと。自分だけの、今自分が考えている世界観だけにいちゃダメだよって。ひょっとすればこのタワーもさ、この神なる母の王朝、このカオン様がさ、引き起こしたものかもしれないよね。あなたに与えた試練として。で、とても気になってるんだよ。あなたのこと。どうなってんのって。で、こちらはね、ハスの蜜だけれども、やっぱり分け与えろというメッセージが来るかな。こじんまりしちゃいけないよと。もうあなたにも天からその甘いね、蜜のような力っていうのかな、それはあなたにも与えられるっていうメッセージだと思うけど、あなた自身もね、もっとなんか寛大に周りの人たちにあなたの持っているその愛、慈悲心、分け与えなさいとも聞こえるね。あるいはこのエンペラーがさ、行くあなたの前に現れる。今までの男とは違う、新たな恋人であらば、あなたの愛っていうのを捧げてあげなさいと。この方で間違いないよと。ただ、この4のペンタクルに関してはね、やっぱりこじんまりしちゃいけないよっていうね、メッセージにも感じるよね。予想だにしない、予想しなかったことが起こる、解放だろうね。霊性の高まり、縛られてたあなたの、霊性が解放される。パーッと。そういうことかな。オラクル・オブ・カルディア、工事の世界に意識を開きなさいと。そうだね。やっぱりね、その今とらわれてるね、小さい世界から、工事の世界、もう広い世界に、ね、出てきなさいって、そういうメッセージが来ますね。だからこの5にあるタワーの大変革とはちょっと違うんじゃないかな。この中央にあるジャッジメント、もっと霊的な大きな改革、大改革が来るってことだと思うよ。あなたを縛り付けてるような人たちっていうのがあなたの周りからいなくなる。ひょっとすれば無意識のうちにそういう人たちに依存してしまっていたかもしれない。だけれども、もうその必要がなくなるよって。最終下脱ではないにしても、一つの下脱だろうね。
ふーっと抜けてくよって。そこで正しい正義が働く。正義の力が。まあ今なんかね、ちょっとメッセージが降りてきたけど、まあこっちの9のペンタクル、ちょっと欲張ってたかもしれない。だから、あなたが本当のあなたになれれば、4つ、数はね、半分以下になっちゃうけど、私はこれだけでいいんだわって。私は、私の取り分、まあ、執着っていう読み方すると、ね、悪い読み方になっちゃうけど、そうじゃなくて、そんなに多くはいらないわって。自分に必要なものはこれだけって。多くのものはいらない。だけど、その自分に本当に必要なものだけは大切にするわって。なんかそういうメッセージが今ふーっと降りてきたね。これがひょっとすればね、この盲目の状態からね、解放された時に働く正しいジャスティス、正義の力が導き出す答えなのかもしれないね。まあね、あなたが思いを寄せていた人、ずっと、その方は、まあ、じれったい人だったんじゃないかな、とても。ね、この業の山で言うと、two of ones、思い焦がれてる。で、クイーンのカップね。ちょっとまあ、内気な、愛の意識、もう、すごく高いところまで来てる。だけれども、お相手さんがナイトのペンタクルスで、ちょっとね、気づいてないかもしれないよね。ポロ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 、なんか、お金を落としながら歩いちゃってるけど、やっぱりちょっとね、じれったい人だったんじゃないかな。あなたのね、気持ちをね、気づいてないわけじゃないのよ。本当にちょっと疎い方なんだと思う。とてもいい人だけど、まあ愛に淡白とはまたちょっと違うんだろうけど、多分、この方にとって愛が一番じゃないんじゃないかな。ないペンタクルだけにね、お金が一番なのかもしれない。自分のお仕事とか、こう物質的な意識みたいなもの、そういうものがやっぱり強い方かもしれない。で、あなたはこの方に対する思いは絶対揺るがないと思ってたかもしれない。だけど、揺らぐ時が来る。真ん中は3 of Wands。この5のトライアングルの5ではとてもいじらしくね、
あなたとこの方の関係性の中にいた。だけれども中央ではね、情熱が一本増えてるよね。あなたの視野にね、別の異性が現れてるよね。ずっとこの方に対する思いは温存してたかもしれない。言い方悪いけど安全牌みたいな感じで。でその方との自分でも信じられないけどこの方に対する恋心っていうものをね集結させて新たな恋が始まるよと、クイーンのカップだけにあなた自身も多分信じられないかもしれないけど、そうなるよっていうメッセージが来る。でね、このタイの山ではこのね、5のワンズなんだけどこの方との色恋、あなたの中ではすっごく多分イマジネーションが膨らんでもういっぱいなんかねこの方とのそのやり取り自分の中で構築しちゃってややこう妄想入っちゃってるみたいな感じ。そうそう、これがその5ワンズで現れてんじゃないかな。でこの状態が終わるとこの方との関係性がすっきりするとね8のペンタクルスでずっとあなたが頑張ってきたことだと思う。2オブペンタクルス、最初はピエロだった。で喧騒の中にいた、ね、仮想の争い闘争、もしくは仕事で言えば切磋琢磨、同僚たちとの切磋琢磨だね。だ気づいたらこの方との関係性がクリアになってね、この方に対する意識取られていたあなたの念っていうものが解放されるとその経済面がとってもね充実するよ、それが出てる。だこの方に意識をそがれてる間はちょっと経済的にそのあんまり芳しくなかったかもしれないけど、そこら辺も嘘みたいに、充実してくるよという、降りてくるね。今現時点ではあなたの視野に新たな存在っていうもの、恋の芽生えっていうものが出てきたかもしれない。その状態かもしれないね。日の出の姉妹、周りとの共同作業だよね。あなたの意識っていうものがあなたの取り巻き全体に影響力を与えてトータル的に上昇させることができるよと。このクイーンのカップが、やっぱり思いを寄せる、お相手さんに意識を縛られていた。この2のワンズもそうだけれども、この2のペンタクルスもそうだよね。だから今までなんかそがれてた気持ちっていうもの、あなたの中で奪われてたその力が戻ってくると、人間関係がぐっとね良くなってくるんじゃないかな。だからちょっと気持ちが内巻きになってたのかもしれないね。自分と自分の愛する人、その関係性に意識がとらわれすぎてた。だから本来もっとその外交的にね周りの人たちと協調することで建設的なね結果を生み出す力を持ってたんだけど、それがちょっと閉じ込められてたよっていう、そういうメッセージが来る。だからこれから流れが変わってくんじゃないかな。
アマリリス・リュートと、あなたは今上昇傾向にありますと。あなたのバイブレーションはね、高い次元に向かって今上昇していっていますよと。ペンタクルが多いんだけれども、この2オブペンタクルで、これは通信っていう意味もあるんだよね。ずっと連絡を取り続けてる。だからこのナイトのペンタクルの方とナイトのペンタクルだけにやっぱなんか職業上の関係性でね、この方との関係性でちょっとなんか煮え切らないようなシチュエーションにあったかもしれないよね。アマリリス・リュートが5のワンズにかかってて、あなたが行ってきたカリキュラム、その周りの人たちとの競い合いで十分磨かれた力っていうものがもう嘘じゃないエネルギーとなってね、展開していきますよというねメッセージが来る。このページのペンタクル、まだなんとなく信じられない、気づいていないかもしれないけど、だから仕事面に関しては多分随分好転していくんじゃないかな。で逆にこの方に対する思いにとらわれてると、本当にこのページのペンタクルでずーっとなんか逃げ切らない状態になっちゃうかもしれないね。2、1と来てるからね。2、1じゃない、2ページと来てるから。このナイトのページの方がちょっとやっぱりもそっとしてるかもしれないね。ポロ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 あなたの財産をさ、あなたの稼ぎをどんどんだから落としてるようにも見えるしね。だからこの関係性が変わることで、あなたからしたら信じられないかもしれないよ、この方に対する思い。私が決めた人、ひょっとすればツインレイのようにね感じてる人かもしれない。だけどこの方に対する思いが終わるんだよ。自分でも信じられないんだろう。でこの新たな恋にね着手すると、今まであなたが積み上げてきたもの、なかなか煮え切らなかったものがちゃんと形になってくるよ。その時後ろ向きになっちゃダメだよね。まだやっぱり何かあなたが愛した人、この人だとね、気持ちを許した人にとらわれてるっていうね、やっぱメッセージがあるんだけれども、もっと何か角度を持ってね、多角的な意識で捉えてみるといいよっていう、なんかポジティブなメッセージも来るね。恐れとか不安とかにとらわれる必要はない。もうとらわれる段階ではないと。ただなんか居心地がいいんだろうね、やっぱりね。その陰性のパワーの中に一つの居心地、ぬくもりみたいなものを感じてる。そこになんか身を置いていると、自分の個性、自分のアイデンティティっていうものを、その力をチャージできるのかもしれない。だから眉のようにお相手さんに対する思いの中にくるまっていたいよっていう、そんな意識かもしれないよね。シータ・オブ・ヴィーナス、シータどうなんだろうね。8番とかって意味なのかな。この8のペンタクルとね、こうリンクするわけだけれども、そうね。だけどやっぱね、ちょっとなんか思いはやっぱ強いのかなっていう、予想外の展開っていうことだから、
やっぱりあなたが忘れられるわけがないと思ってる人を忘れられる展開、うん、なんだよ。だからこの Two of Cups、 新たな恋にやっぱり向かうべき3本情熱が立ってる。昔は2本だったと、前まではね。だけどさらに1本立ってきてるわけだよ。だからこの恋愛にね、挑むことがやっぱりあなたの人生を充実させることなんじゃないかな。ただやっぱりちょっとね、この過去を横向いてるっていうのがなんかちょっと気にはなるんだけどね。とってもなんか居心地がいいよっていうなんかメッセージが来ちゃうからね。その居心地の良さをさ、この8のペンタクルに持ってくると、まあそうだよな、予想外の展開っていうの、あなたが今は、考えがつかないけど、あれっていう感じで、こんな感じで人生開けるんだねって、そういうところに、到達できるはずだよ。いいですね。